皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はイスラエル情勢です。世界的に見ても非常に関心度の高いニュースですし、また日本においても中東の緊迫感が高まるとエネルギー問題に直結します。そのため日本においてもトップニュースとして取り上げられることは多いです。ただし、日本の報道においてはどうしても一般市民の犠牲者がどれだけ出たかといったことが取り上げられがちで、全体の構図についてのバランスの良い報道といったものが少し欠けがちになっています。もちろん一般市民に対する攻撃はイスラエル軍であろうとイスラム武装勢力であろうとどのような勢力であろうともやってはいけないことですし、批判の対象です。しかし、それだけしか報道しないというのであれば、それもまた問題のある報道姿勢だと言えるでしょう。このチャンネルではそうした意味でなるべくバランスを取りながら幅広く情報を伝えていこうと思っています。それではイスラエル情勢についての関連ニュースを解説していきます。今回は情勢解説をするにあたってウォーマッパーさんの発表している地図を元にして説明をしていきます。こちらはガザ地区北部の状況を表したもので、水色の部分がイスラエル軍が境界を乗り越えて現在進駐している部分です。北側から2カ所、そしてガザ地区の南部と北部を分断する中央部分での進出といったものが見られます。イスラエル軍のこうした動きによってガザ地区は南北へと分断され、北部側については包囲が完了したと言えるでしょう。これに伴ってイスラエル軍はまずは北部側のハマスの拠点潰しをじっくりと行っていくと見られます。イスラエル軍側が想定している作戦期間としては4ヶ月から6ヶ月程度だと言われていますが、これが北部側だけを指しているのか、それとも北部南部ガザ地区全体を通しての作戦行動期間なのかは不明です。どちらにしても戦闘はまだまだ序盤だと言えます。ウォーマッパーさんが発表している地図にはもう一つあって、こちらの地図は衛星写真を元にした市街地の様子などもわかります。イスラエル軍が制圧している地域はガザ地区北部ガザ市の中心部取り巻く形で展開しており、この辺りかなり慎重な動きだと言えるでしょう。例えばイスラエルが発表している戦闘の光景についても、そのような市街地への突入というよりはまずは市街から少し外れたところを中心に掃討作戦を進めていることがわかります。戦車や装甲車といったものを多用しているのに加えて、装備の整った兵士たちもかなり投入されていることがわかります。また、アメリカはこうしたイスラエルの動きに連動する形で、地中海に空母を2隻派遣し、周辺地域に対する睨みを利かせています。例えばこうした動きは、イスラエルの北部側、レバノンにいるイスラム武装勢力ヒズボラが本格的な参戦を行った場合においては、アメリカ軍が攻撃するかもなということを見せることによって、小競り合い程度まで戦火の拡大を抑制する可能性があります。では、実際にどのような戦闘が行われているか、公開されている映像を見てみましょう。まずはハマス側の攻撃なのですが、ウクライナの戦場ではもはやおなじみとなったドローンによる爆発物の投下。まだこうした攻撃に慣れていないのか、イスラエル側にも死傷者がかなり出たようです。また、イスラエル側が最も警戒しているのが、地下トンネルを活用したハマスの戦闘員による肉薄した攻撃です。こちらもハマスがそうした映像を公開しています。地下のトンネルから戦闘員たちが這い出ています。彼らが手にしている武器は対戦車ロケット、ソ連製の RPG-7 の流れを組んだ兵器のコピーかもしくは国際市場に流れているものをイランが購入し流したのかもしれません。どちらにしてもなのですが、こうした対戦車ロケットをある程度の数ハマスは備蓄してきて今回の戦いに使用していると思われます。また、距離を取って攻撃ができる兵器だけではありません。もしもそのような兵器がなかった場合においては、戦車に近寄って直に爆発物を取り付けるといったかなり命がけの行動もとっています。これはイスラム武装勢力にありがちな、たとえ死んだとしても魂が救われるという考え方からこのような攻撃ができるのでしょう。では、ハマスの地下トンネルというのはどのようなものなのでしょうか。こちらの映像ではかなり狭い様子の地下トンネルだなというのがわかるのですが、トンネル自体は四方に張り巡らされており、その中においてはロケット弾も備蓄しているし、兵士たちが使う対戦車弾や銃器類、食料や水、医療物資など様々なものが蓄えられているといいます。こちらの地図に書かれている線がハマスによるトンネルと思われる場所です。これがどの程度正しい情報なのかはわかりませんが、少なくともイスラエルはこのぐらいのトンネルは確実にあると睨んで地図を公開しています。ハマスの地下トンネルについての映像があるのでご紹介しておきましょう。こちらは2021年の映像ですが、
海外の報道機関がハマスと接触し、実際に使用しているトンネル内部へとカメラを入れることに成功しています。広報用の意味もあっての行動だとは思われますが、この時の映像には、ハマスの戦闘員が充実した装備を持っているかをアピールするために、多くの兵士たちがピカピカの兵器を持って映像の中に映り込んでいます。ただ、こうした映像については、それぞれ慎重に見なければなりません。というのも、イスラエル情勢に関してはかなりフェイクニュースやデマといったものも入り乱れている状態で、時には全くの間違っている情報などもかなり拡散されることがあります。例えば今映している映像は、イスラエルによる攻撃によってパレスチナの多くの人たちが亡くなってしまったとする映像が中東の放送局アルジャジーラで流されたといったものとして拡散されたものです。しかしこれはフェイクニュースです。死体だとして映し出されているものは死体ではなく、みんな生きている人が死んでいるかのように振る舞っているだけです。このように死体だとされているものが動いていることによって、ハマスによる情報操作は稚拙だなといったツッコミをされることもあったわけですが、真相としてはもっと手の込んだフェイクニュースだと言えます。こちらのイスラエル軍による攻撃によって発生した多くの遺体映像というものは、そもそも全く違う場所、全く違う年の全く違う目的で撮影されたものに、全く嘘の説明を積み重ねて拡散されたものです。元の映像は2013年、エジプト政府に対する抗議を行うために多くの人たちが、もうこんな政策では私たちは死んだようなものだといったそのようなアピールをするために撮影されたものです。これによって年が違う、場所が違う、目的が違うといった具合にして、今回のイスラエル情勢とは全く無縁であることがわかるわけです。また、中東の放送局アルジャジーラが流したというのも全くの嘘でフェイクニュースの塊だったわけです。また、このような現実に起きた出来事を全く違う説明をつけることによって拡散するタイプのフェイクニュースは別に、ゲームの映像などを多用してフェイクニュースも数多く作られています。右側の動画は、イスラエル軍に対してハマスがロケット攻撃を行い、戦果を上げたんだとするものです。しかしこれはゲーム動画の切り抜きで解像度を下げることによっていかにも現実っぽく見せているだけです。また、こちらの映像は、ドラマの撮影風景のメイキング動画です。ところがこのメイキング動画に対して嘘の説明をつけることによってかなり拡散されました。それはハマス側が被害を大きく見せるために積極的にそのような被害映像を制作しているとする説明がつけられたのです。これもまた全くの間違いです。今インターネット上にはこのようなフェイクやデマを流すことによって知名度を上げたり、もしくは視聴者数を稼ぐことによってこれをお金稼ぎにつなげる手段といったものがいくつかあるため、情報の取捨選択は非常に難しくなっていると言えます。お気をつけください。イスラム武装勢力ハマスによる攻撃でイスラエルの多くの一般市民が惨殺される、それに対する反応として今、ガザ地区に対するイスラエルが空爆や地上部隊の侵攻によってハマスと戦っています。しかし、ハマスと戦うという名目を理由として一般市民を多く巻き添えにするような攻撃がかなり行われています。それらの中には説明がかなり苦しいなと思われるものも多いため、イスラエルの自衛権を認めるそのような国においてもイスラエル軍の攻撃が過剰であるとして攻撃の停止を求める声というのも高まっています。こうしたパレスチナの人たちに多く犠牲者が出ているそのような日本の報道に対してハマス側を擁護するための報道ではないかといったそのような見方をする人もいるわけですが、そもそも論として一般市民を狙った攻撃もしくは巻き添えになることを軽視しすぎた攻撃というのはこれもまた批判の対象となるのであり、決してハマスを擁護するための言葉ではないということもお気をつけください。一般市民を狙って攻撃するというのはイスラム武装勢力であろうとイスラエル軍であるとどっちも悪いということが成り立つのです。そしてどちらに対しても批判しつつイスラム武装勢力とイスラエル軍が戦う部分についてはそれは対テロ戦争として成り立つよねという具合にして非常に複雑でめんどくさいように思えることであっても分けて考えることが非常に重要です。物事を単純にした方が分かりやすくなるし、その方がスッキリすると誰でも思いがちなわけですが、そうすることによって判断を誤るといったこともあるので、この点については気をつけなければなりません。少なくとも私はそのような
考え方をしていますから、一部のジャーナリストと呼ばれるような人たちがイスラエル軍による攻撃によって一般市民も多く巻き添えになっていることを全く軽視して、イスラエル軍の攻撃は全てハマスに対する攻撃であり仕方ないみたいな話をしているのには非常に違和感を持っています。皆さんはこの点どのように思われるでしょうか。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。また見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。